はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、ダウ理論を徹底的に使いこなすための厳選チャートパターン4つ。ダウ理論といえばトレンド相場の特徴に関する相場理論ですが、ダウ理論を実際に使いこなすためには、相場でよく現れるチャートの形状を知っておく必要があります。今回の動画では、ダウ理論の観点でよく現れるチャートパターン4つを紹介します。押し目買い戻り売り、トレンド転換の両方に使えるものですので、トレードシナリオを考える際にあらかじめ想定しておくべき値動きのパターンとして参考にしてください。まずはダウ理論の重要原則のおさらいから始めていきたいと思います。ダウ理論には6つの原則というものが定義されていますが、その中でも最も重要と言えるのが、トレンドは明確なシグナルが発生するまで継続するというものです。例えば今図に示しているような値動きが発生した場合、図の左側の部分では高値と安値を切り上げる上昇トレンドが発生しています。ではこの上昇トレンドが終了するタイミングはというと、ここです。ここの安値を割ったタイミングで手前で続いていた高値と安値を切り上げるという流れが断ち切られることになりますので、ここの安値を割った段階で一旦上昇トレンドが終了となります。はい。そして今度は高値と安値を切り下げる下降トレンドに転換。その後も下降トレンドは続きますが、今度はここのポイントですね。ここのポイントで高値をブレイクしてきました。この高値ブレイクによって今までの下降トレンドが終了したことになります。そして押し目を形成したところからもう一度反発して直近の高値を超えてくると、高値と安値が切り上がる形になりましたので、再び上昇トレンドに転換したことになります。という具合にトレンドの継続と転換が発生するわけですが、冒頭お伝えしたトレンドは明確なシグナルが発生するまで継続するの明確なシグナルというのは、今の例で言うと、ここの安値を割ったタイミング。ここで手前の高値安値切り上げの流れが切れたことになります。それからここの高値をブレイクしたところも手前の高値安値切り下げの流れが崩れたポイントです。ですのでここの高値をブレイクしたところというのが手前の下降トレンドが一旦終了したことを示唆する明確なシグナルということになります。そして今回の動画のテーマというのは、この図で示した下降トレンドから上昇トレンドに転換していくここのポイント。ここは実際の相場ではどのような形になることが多いのか。これが今回の動画の範囲となります。こういうような上昇トレンドが発生している時のその押し目に該当するところ、そこでどのようなチャートの形状になることが多いのかということになります。こういうような下降トレンドが発生している場合のこの戻り目の部分に関しても考え方は同じですので、今回紹介する4つのチャートパターンを上下逆さまにひっくり返して考えてみてください。それでは早速1つ目のパターンから見ていきましょう。まず1つ目のパターンなんですが、戻り高値ブレイク3波上昇型というものです。この名称に関しては僕が勝手につけているものなので、これが正式なものということではありません。このように下降トレンドが続いているんですが、この下降トレンドにおける最後の安値更新の起点となった高値。この高値のことを戻り高値と言いますが、この戻り高値をブレイクする動きが発生して、そこから押したところから再び反発が入り始めて、このように1、2、3と上昇していく形のことを言います。ではなぜこのようなチャートの形状になるのかを投資家心理の観点から説明していきたいと思います。まずこの左側の部分を見ると下降トレンドになっています。下降トレンドということは、こういった要所要所で売り手が存在しているということになります。ただその中でこのように戻り高値をブレイクする動きが出ると、この下降トレンドの最後の部分で売っている勢力、そういった売り手の中に含み損となる勢力が発生することになります。ですのでこの戻り高値をブレイクした後ですね、そこから押してきたところというのは、そうした現在含み損になっている売り手の手仕舞いが発生しやすいということになります。売り手の手仕舞いですので買い注文が必要ということで、つまり上昇圧力になりやすいということです。一方で今度は買い手側の視点から見ていきたいんですけども、この戻り高値をブレイクされたことで、それまで続いていた下降トレンドが終了して、これから上昇トレンドに転換していくかもしれないというふうに考えた市場参加者が、このように下がってきたところから新規の買い手として参入してきます。新規の買いポジションですので、これも上昇圧力ということで、こういうところから反発していきやすいということになります。特にこの1、2、3波目の部分というのは大きく伸びることでよく知られています。それではこのパターンの例を実際のチャートで見ていきたいと思います。今表示しているチャートは、米ドルとカナダドルの通貨ペア、ドルカナダの2021年5月の週足を表示しています。チャートの中央付近ですね、このような下降トレンドが続いていることがわかると思いますが、その最後の安値更新の起点となったこちらのスイングハイ、ここが戻り高値なわけですが、ここをブレイクした後に押し目を形成して、そこから上昇に転じていることがわかります。で、このような場合にどうやってトレードするかなんですが、いくつかやり方はあるんですが、例えば、この戻り高値をブレイクして押してきたところですね。例えばこのようにフィボナッチを引いて、押し目の候補となりやすいこの 38.2% 押しから 61.8% 押しの水準、そのゾーンに到達した時点でエントリーするというものです。
で、この時点ではまだ上昇トレンドになるかどうかはわかりませんので、上昇トレンドに転換するということを見越してポジションを持つということになります。このパターンの詳しいトレード方法に関しては過去に別の動画を作成しています。こちらの動画で説明をしていますので、合わせて確認してみてください。続いて2つ目のパターンなんですが、これは安値切り上げ、ネックラインブレイク型というものです。これに関しても左側の部分は高値と安値を切り下げる下降トレンドが発生しています。そしてここのポイントから反発して上がってきたところからまた下がるんですけれども、直近の安値を割ることなく逆に直近の高値を更新します。ここのラインのことをネックラインというふうに呼びます。なぜ重要なのかというと、こういうところには売り手の損切り注文が溜まっているからです。手前は下降トレンドですから、このように反発して上がってきたところというのは戻り売りが入りやすいだろうということは想像しやすいですよね。トレンドフォローの戻り売りです。ですがその後で安値を更新できずに、ここの高値をブレイクされると、こういった最後に売り手として参加してきた勢力は含み損になるので、そこから押してきたところですね。そうした売り手の手仕舞いが入りやすいということになります。売り手の手仕舞いだから買い注文ということで上昇圧力になりやすいということで、このようにネックラインをブレイクして、そこから押してきたところというのは反発してくることが多いということです。一方でそれまで傍観者として相場を眺めていた勢力の中にも、ここのネックラインをブレイクされたことで下降トレンドが終了して上昇トレンドがスタートしたというふうに判断した市場参加者が新規で買い手として参入してくるタイミングでもあります。そのためネックラインをブレイクした後は反発が起きやすいということになります。はい。ではこのパターンに関しても実際のチャートを見ていきましょう。2022年9月のポンドドルの冷やしチャートを表示しています。チャートの左側ですね、ここが2022年が開始したポイントなんですが、それ以降ずっと下降トレンドが続いていたことがわかります。そしてここのポイントですね、9月に入ってからこのように反発が発生して、手前が下降トレンドだったということもあって、このように最初に反発してきたところからもう一度下がってくるんですけども、直近の安値を更新することができずに、ここの直近のスイングハイをブレイクします。今この赤の水平線で示したところがネックラインに該当するんですが、このネックラインをブレイクして、そして押してきたところから再び反発が始まって大きく上昇しているということがわかります。ちなみになぜここで反発したのかということを見ていくと、はい、一旦ここの安値に印をつけておきたいと思います。はい、では上位足である月足に切り替えてみたいと思います。はい、月足に切り替えました。先ほど印をつけたところがここの赤のボックスの部分になるんですが、このようにチャートを引きで眺めてみると、はい、ちょうどここの安値、ここのスイングローのところわかりますでしょうか？ここはちょうど1985年につけたスイングローですが、先ほどの反発というのは、ここの1985年につけた安値のところで反発しているということがわかります。今回の動画のテーマとは少し外れるんですけども、やはり上位足の状況を見ていくことは重要だということがわかる例でしょう。続いて3つ目のパターンなんですが、底値圏レンジ形成型というものです。これは文字通り下降トレンドの終盤で底値圏としてレンジ相場を形成し、そこから反発して上昇トレンドに転じていくというものです。では、投資家心理的にはどのような心理が考えられるでしょうか？これまでの2つのパターンと同様に下降トレンドが発生していますから、このように反発してきたところというのは売り手が参入してきます。売り手としては下降トレンドが継続して新安値をつける下落につながるかというふうに期待をしていたのですが、このあたりで揉み合ってしまってレンジ相場を形成します。レンジ相場形成中もですね、手前の下降トレンドを見てまだ下落が続いているというふうに考えて、売り手で参加してくる勢力や、レンジだと分かっていて売ってくる勢力もいるでしょう。いずれにしてもこのレンジが継続した後に、このようにレンジの上限を抜けてくると、このレンジの中で売っていた人たちが含み損になりますので、レンジを抜けてから押してきたところというのは、そうした売り手の決済が入りやすく、反発につながっていきやすいということになります。では3つ目のパターンに関しても実際のチャートを使って見ていきましょう。今度は2023年10月のポンドドルの冷やしを表示しています。チャートの左側、上昇トレンドが発生していたんですが、そこから転じる形で、現在はこのような下降トレンドに転じていることがわかります。ではこの後の様子を見ていきたいと思います。ここで今反落が入り始めました。下降トレンドが続いていますから、このように反発してきたところというのは戻り売りが入りやすいということがわかると思います。はい。そしてこのあたりから売り手として参入してきている勢力というのは、直近の安値であるこちらのスイングロー、ここのスイングローをブレイクしていくことを期待しているわけです。はい。では続きを見ていきましょう。このように揉み合う展開となりました。これスイングハイローに注目すると、スイングローは切り上げてますし、スイングハイは切り下げてますので、三角持ち合いというふうに見てもいいですし、このようなボックスレンジが形成されつつあるというふうに見てもいいです。引き続き様子を見ていきましょう。ここで今レンジの上限をブレイクしてきました。
そしてレンジをブレイクした後に押し目を形成して、そこから再び反発して高値更新して、その後安値を切り上げる展開になっていることがわかります。レンジ相場というと、レンジの中でですね、売ったり買ったりするということをイメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、レンジ相場というのはブレイクしてからの押し目買い戻り売りが基本形です。レンジブレイクのトレードに関してはこの動画の中で解説をしていますので、レンジ相場を攻略できるようになりたいという方はこちらの動画も合わせて視聴してみてください。最後4つ目のパターンなんですが、これは逆三尊形成型というものです。左側の部分は下降トレンドが発生しています。ここの高値は最後の安値更新の起点となった高値ということで戻り高値に該当します。そして安値から反発して一気にこの戻り高値のところまで反発してくることになりますが、そこからもう一度反落。戻り高値というのは直近の安値を作った起点ということで、この辺りまで戻ってくると再び戻り売りが入りやすいという特徴があるんですが、そのためこういうところから反落はするんですけれども、直近の安値を更新することはできずに、逆にこの手前の高値をブレイクしてくると、高値と安値の切り上げが確定することになりますので、手前の下降トレンドは終了。またこういったところから売り手として参入してきた勢力の中に含み損となる勢力が発生するため、このように押してきたところというのはそういった売り手の手仕舞いが入り始めるため、上昇圧力、つまり反発につながりやすいという特徴があります。ここの高値は戻り高値というふうにお伝えしましたが、同様にここはネックラインというふうに見ることができます。こういったネックラインの上には売り手の損切り注文というのが溜まっているために、ネックラインをブレイクして押してきたところというのは、その売り手の手仕舞いが入ってきやすいということですね。今度は5ドル米ドルの2022年10月の日足を表示しています。このような下降トレンドが発生していることが確認できると思います。ここのスイングハイがちょうど戻り高値に該当するポイントです。はい。ではこの後の様子を見ていきましょう。はい。このように反発をして戻り高値付近まで戻すんですが、そこから再び反落し始めていることがわかると思います。戻り高値というのは下降トレンドにおいて直近の安値を作った起点の高値ということで、その付近まで価格が戻ってくると再び売りが発生しやすいという特徴を思い出してください。はい、今ですね、この下がったところから再び反発が入り始めていることがわかります。今、ここのラインがネックラインという形になっているということです。はい、続きを見ていきましょう。はい、今このようにネックラインをブレイクしてきました。今このネックラインをブレイクしたことで、このような逆三尊が完成したことになります。チャートパターンとして見るのであれば、ここ逆三尊でネックラインをブレイクしたというふうに見ることもできますし、今回の動画のテーマであるダウ理論的に見るのであれば、ここのネックラインかつ戻り高値をブレイクしたことで、このような高値安値切り上げの流れが発生したことになりますので、このネックラインをブレイクしたことで、上昇トレンドに転換したということになります。で、さらにこの後の動きを見ていくと、はい。このようにネックラインをブレイクした後ですね、押し目を形成したところから再び反発が始まって、このような上昇トレンドが継続しているということがわかります。三尊逆三尊に関しては、なぜ三尊逆三尊が形成されるのか、投資家心理の観点とそのトレード方法を解説した動画を過去に投稿しています。合わせて確認してみてください。で、今回の5ドルに関しても、この反発の起点となったポイントを上位足の観点から見ていきたいと思います。ちょうどこの逆三尊の真ん中の谷になった部分ですね。このように印をつけておきたいと思います。今5ドル米ドルの月足を表示してるんですが、先ほど日足で逆三尊が形成されたポイントというのがここのポイントです。ここが月足上どのような価格帯だったのかということを見ていくと、はい、このように1回、2回反発したサポートラインだったということがわかります。ということで今回はダウ理論で相場を見ていくときに品質となるチャートパターン4つについて紹介をしてきたわけなんですが、チャートパターンというのは形だけを覚えていても実際の相場で応用できるようにはなりません。今回は高値と安値の推移に注目して投資家心理の観点から解説をしてきましたが、単に形だけを覚えるのではなくて、その背後にある意味を考えてみると、チャートがどのような形になっても自分で納得のいく判断ができるようになります。今回の内容をぜひ参考にしてみてください。また今回はダウ理論の6つの原則のうち最も重要とも言える1つを深掘りして解説してきましたが、ダウ理論を体系的に網羅的に理解したい方はこちらの動画をおすすめです。動画の内容が参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。